ティグラドジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一取れる説デイ7やっていきたいと思います。10月シーズン7日目ですね。5日目の方が対戦相手の方がタウンホール15ではなかったっていうところで、パーフェクト、ほぼパーフェクトっていうところと、6日目の方がね、アップデートと被りましてリプレイも消えてるものが多いので、7日目ということで絞ってやっていきたいと思います。最終まで終わりまして、順位の方がね、334点で負けた星額のところですね。で、1位の方が森尾さんとキャスリーさんと、上の方すごいですね。デシベルさん、小賀よっちさん、星さんと、689以上でね、星20がね、5人上、並んでおります。で、トップのね、対戦の方は森尾さんとキャスリーさんの方でもう撮影はしております。本当はね、配信でやる予定だったんですが、動画撮影の方でね、しております。ちょっとね、リスケジュールが入りまして、その日はできないっていう形だったので、で、入れ替え戦もあるのはクラウスとカズマくんですね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。さあ、よっちさん。なんかちょっとあれだな。なんかね、比率がおかしいんだよね、いろいろ。バグって一瞬消えちゃったんだよね。左が若干空いてるかな。はい、こんなもんかな。はい。クイヒーやって突イエティ投げてっていうところですかね。投石機の方がレイジター乗ってたので、クイの HP だいぶ持ってかれるような形になりましたが。さあ、アイスゴーレム3連打。ヒーラーも固まるんでね、この角度。とはいえ、投石がレイジター切れたことで、かなり安全にクイヒーの方は進みそうですね。キングの方で外周部の施設を壊しつつ、対地クロスボウのタゲを取るみたいな意味合いも入ってますね。対策陣ですね。さあ、ソラスケルトンがここでやってくる。さあ、さらにホーミングチェック入れて、キングにキング、ストライカーも当然当てていきます。陸スケもあるっていうことで、空だけじゃなくて陸の方もスケルトンこの辺固まってるようですね。さあ、ホーミングチェックのバルーン乗せていって2周目のレイジタワー。レイジタワーやっぱ厄介ですね。帰ってきてる。さあ、ボムタワーがあるので、序盤いきなり出しすぎるんではなくて、ある程度分けてから使い分け、2段階に分けてね、やっていきましたね。さあ、ストライカーも混ぜつつ、ここは一気のドーム、クイーンのところまでちょっとストライカーは間に合わなそうかな。フリーズは一応入れると思うんですが、対地マルチのところ。フリーズはかけてもさすがに届かないですね、この距離は。さあ、投石クイーンにフリーズもう一回打って、ロイヤルチャンピオンの方はブーメランが飛ばされて、クイーンの方はすごい余裕でタウンホールが取れてますね。さあ、ここはモノリスのターゲットとかもね、スケルトンの呪文を裏に置くことで、ターゲット取りつつ、インビジブルも1枚余ってる状況。うまいですね。クイヒルートがめちゃくちゃいい。クイーンもクロークを残しつつ、インビジブル残っての全開です。スーパーホグもね、非常に強いですね。そうっす。さあ、スケルトンインビジブル、ヒルヤさん。よくあるタイプの配置かな。ダウンホール区画が孤立しつつ。はい。マルチ IT 投石クランジョーというところを、ここで打っていきましたね。時間差つけて。マルチの方は決まりました。クランジョーの方もこれは成功。ちょっと投石時間かけて一旦逃したので、ここはどうでしょうね。間に合わず。シンプルに出し忘れみたいなイメージなのかな、これは。キングの方をサイドカットやって、右に持ってくのかな。ドリルを持ってきてるんですが、あの投石壊れてればな。ドリルロイちゃんをぶっ刺していく形になりそうですかね。さあ、ゴーレム。アイスゴーレムも一応持ってて、エレクトロタイタンはここ当てていきます。さあ、ドリルが3時から来ます。フィスト使ってクイーンの方をね、外周部で処理できるような形も取りつつ、追い合いゴレがもやってくると。3時の方で、
ドリルロイちゃんを展開しているような状況です。タイタン用意してね、陸助対策してるんでね、できればタイタンの方で陸助処理したかったんですが、なかなかうまいこといかなかったですね。シンプルにクイーンの盾となって働いてくれたようなイメージですね。さあ、ここからラバルパートスタート。タウンホールの方に向かってラバルを開始していきます。ブーメランかけて、ドリルロイちゃんがまだ生きている。ドリルが強いね、これね。さあ、タウンホールの外側の防衛施設の方もしっかりバルーンを当てて合わせていきます。レイジターンも解除がされつつ、オイラバ1機のレイジトームをかけていくタウンホール区画。ラバハウンド駆け抜けて、無敵の状態でね、タウンホールの奥のバルーンたちを守っていきつつ、これ、投石の方に2枚いい形で分かれていく。クイーンの方もクローク持ってここ合流できるの熱いっすね。ツーサイドパートが6時のね、右のところからクイーンだいぶ残ってますね。さあ、あとは回収回して GG と、さすがにうまい。ガーサス。ヒロヤさんも強いですね。ガーサス。ちょっとね、今履歴見て思い出したんですけど、僕の方はね、これ 98% だったんですけど、最後の対戦はね、フリーズとインビジブルをね、盛大に間違えまして、最終区画にインビジブルかけてね、イーグル、モノリスっていうところにね、インビジブルをかけまして、98% という形でした。マジで持ってなかった。さあ、ここはスーパーアーチャーですかね。突撃艦スーパーアーチャー編成、キャスリーさん。キャスリーさんもね、いろんな編成混ぜてやってたし、かなり全開率も高く、699% というところでね。かなり削れてる。さあ、最後のインビジブル、ここまでかけつつ、マルチ IT まで突破できればというところですが、ターゲットはアイスゴーレムの方が入ってます。いや、だいぶ削れたな、これ。だいぶ削れたね。タウンホールを拾いに行きますよ、と。おお、騒がしいキング来た。アイスゴーレムの方は、エレクトラタイタンだけでもね、処理ができるので、わざわざヒーローぶつけてあげる必要もなく。さあ、ここからアイゴレクイーンを展開していきます。おお、いいバルキリー。さあ、ここもバルキリーがリクスケルトンを処理してほしい。反対サイドのリクスケには気づかない。呪文ないんでね、この辺。ターゲット管理が大事です。で、スラのタゲだけスーパーバーバリアンとか使うかな。こんなことする必要もなさそうかな。キングの方はしっかりタウンホール入りましたが、これインビジブターあるんでね。タウンホール一回隠れちゃいますね、これね。インビジブルターでここは隠れていきつつ、大きく削りを前面に入れていきます。ここでタウンホールはちょろっとクイーンが拾っていきました。アイゴレとスーパーバーバリアンの方でキングの方を直接処理していきつつ、ウォールブレイカーだったりバルーンだったりいろんなねユニットを使って最終投石エリアの方へ誘導をかけていきます。さあ陸と空がねターゲット違うということでバルーンとスーパーバーバリアン別々で投げることで投石機のターゲットをブラシつつトルネード捕まってるロイヤルチャンピオンマルチ IT まで追ってユニットはこれしかいないんですが、施設もこれしかいないというところで、ちょっと危なかったですね。さあ、ナイス全開。さあ、クラウス、スケインブかな。クランジョーモノリス、マルチ IT というところ。バカ強い。さあ、綺麗に3箇所進んでますね。これは全部決まりそうです。さあ、ダブルレイジ、逆に反対サイドのレジターが解除できるんですね。こっちが解除できるんだ。左は解除しておきたかったな、このヒーローパットだと。キングでタウンホールを取りに行くのかな、この感じ。そうですね。
うん、いい流れ。第1クロスボウも降りつつ、タウンホールまで一気に拾って、まあ、レイジターンの解除とかね、左ができてればこの辺も、負担は少なくなったんじゃないかなって感じなんですが、タウンホールはしっかりキングの方で落としきることができました。いいタイミングでアイスゴレムのフリーズも入っていきます。リクスケ拾って、まあ、クイーンとね、投石のところでクロークを合わせてっていうイメージだと思いますが、リクスケまず処理して、クイーンの足を前に進める。次かなナイスクローク。次の投石の攻撃に合わせて打つイメージ。で、クイーンの処理の方もしっかりやってから、ホーミングチェックからボマー刺し。バカ強いね。テスラも美味しくいただきまして、ラバルパート、同時スタート。投石のターゲットもしっかりラバハウンドで取ることができてますね。で、追いラバからのストライカーかけて、ボマーもね、トームに入ればベストなんですけど、入らないと見て、しっかりもうここは初手でかけていきます。ヘイストかけていって、これ内側の方に進めていきますが、マルチ IT 区画は当然罠もかなり固まっているということで、バルーンの方は結構落ちていきましたが、ボマーの中身がドラゴンライダーっていうことでね、ここまで加味して、こういう援軍をね、積んだのかなと思います。ここ、ロイヤルチャンピオンがまだ裏から出せる豪華な展開。当然フリーズをかけていきつつ、インビジブルもまだ残ってますね。回収ガーゴールも展開して、能力残した状況で最終です。えぐい。インビジブルはなんかすごいとこに起こっている。ナイス展開。クラスもね、攻めれば強いんですけど。星さん61天才ですね。ウッドランチャー型ということで、まあ、どちらか簡単に折って、残った方をっていう感じかな。まあ、オーソドックスなやり方ですね。6時クイーン置きつつ、なるほど。クイーン戻すのか、そのまま流していくのか。ヒーローの動かし方ちょっと見ていきたいですね。特に何もカット入れていかないならば、クイーンの方は3時に誘導したいようなイメージですかね。ここからキング使っていきます。クイーンはちょっとキワいよね。ここ戻っていって、クローク打ってクイーンの方は落ちていく。バリューとしてはどうなんですかね。あんまり良くはないかなって感じ。アイゴレだったりいろいろ使ってフィスト。ここで、おでん像にバルーン当てたり。オールブレーカー来た。なるほど。キングの方でずっとおでんのね、タギは取れてたんですけど、ここで離れていきます。やはりバルーンは追加していきますが、イエティのところまで来るならもう問題ないですかね。もちろん。援軍の方はポイズンで処理できるものだったので、ポイズンまでかけつつ、キングのターゲットを活かしてストライカーを刺して、ここはロイヤルチャンピオンとバルーンも同時に進めていきます。盾として両方使ってますね。イエティ偉い。アイスゴーレムの方も勝利しました。ここからラバルパートスタート。9時の方もしっかり同時並行で出してサイドカットユニットを作っています。で、ポイズンターが発動しないようにフリーズかけて、ここトルネードちょっと辛いですね。さすがにトームかけるかな。ラバハウンドもかかってますが、ここは一気のトルネードにトームを合わせていって、モノリスの方にこれレイジ乗りながら進むの激アツだな。スケルトンの呪文が1枚残ってるので、さすがに裏に置いて、ロイヤルチャンピオンの方も、ここ第1クロスボウが折れたことで進むことができそう。タウンポイズン受けたバルーンが超自利品なんですが、合流いたしまして GG です。ついによ。今ちょっとね、キングの方に投げたストライカーが同時にやられたんですが、戦況全く関係ないんですけど、こういうところで、ストライカーね、同時出しすると、やられるよ、みたいなことね、結構ストライカーで注意しなきゃいけないところですね。ナイス展開。ET さん、クイヒーホゲです。確かこれはスタドラーがね、以前、前回取ってましたね。シューターセット、オールブレーカー拡張。この手の配置はだいたいここから行くことが多くなってますね、現状。
まあ、このままタウンホールの方へクロスボーンのところまで穴開けしてっていう流れになります。まあ、きっとそういうやり方だったかな。ストライカー君に合わせつつ、ウォールブレーカー入れて。うん。まあ、この手の配置は大体みんなこのやり方をしてるので、まあ、取り方として決まってきてるのかな。さあ、ホーミングチェック入れたいですね。ホーミングチェックバルーン通しつつ、うん。ウォールブレーカーも入れていきます。これ、迫撃の方もね、シューターのターゲットのためにね、取れてるのがいいですね、クイーンの方で。ただ、レイジ、ここは弱い援軍ですね。アイスゴーレム。まあ、時間はかかるんですが、火力としてはそんなに高くないところ。さあ、6時からキングがウォウを言ってます。ゴブリンだったりアーチャーだったりも使って、キングのためのサイドカット。この辺はね、キングの方でアーチャーターとかのターゲットが取れてるので、1枠のね、ゴブリンとかでスニゴブをわざわざ使う必要がないというところ。さあ、モノリスの方フリーズかけますが、おでん像の方がね、まだ残ってるので、ここはクローク。ちょっともったいなかったですね。タウンホールまで撃てるところまでやってきまして、レイジインビジブルをかけつつ、スーパーホグがスタートしていきます。ポイズンタワーもあるんでね、ここ一気の、キングで据えたらめっちゃいいな、それ。ここでトーンをかけていきます。まあ、レイジは食い火の方を置きましたね。スケルトンとかもあるんですが、これはモノリスに打たないなら裏に使うかな。うん。フリーズがないんで、もうこれクイーンは捕まったら終了ですね。シューターから出てきたい。キングがイエティに、イエティがキングに捕まってボコられてたんですけど、モノリスとかまで降り切れましたね。まあ、キングにストライク合わせれればいいシーンだったかなという形です。さあ、ロイヤルチャンピオン能力を残した状況で最終区画へブーメランぶっ飛ばして GG と。強いなぁ。ポイズンリザードもこういうとこ積極的にやってくれて強いですね。さあ、ナイス展開です。さあ、61天才カズマくん。どこ降りなのか。OS 説のレベルとかもなんか、アーチャーターのレベル、だいぶ低いですね。ベビドラとここはウォーデンを同時に展開していきます。まあ、ターゲットが別々になるようにかな。そしてシューターも合わせつつ。なるほど。これは、ウォーデンの方は戻していくのかな。戻していきましたね。エレクトロタイタン展開して6時の方に引っ張りつつ、ちょっとシューターの方もね、なかなか動いてくれないという状況ですが、いいクイーン処理。さあ、リックスケルトンも出てきますが、タイタンからすると A3 なので、あればあるほどいいですね。ウォールブレーカー使って、もう一枚金山の方に刺さればいいなって。いいですね。めっちゃいいウォールブレーカー。めっちゃいい。そしてシューターの方でマルチ IT まで降り切りつつ、タウンホールの方へシューターは歩いていきます。強っ。温存してたところ、ここフィスト使いつつ、キーンとね、トームもかけて、ジャンプは奥へ、レイジフリーズも1枚ずつというところ。気づけばタウンホールの方はシューターがずっと打ち続ける展開ですね。こういうところほんとうまいな。フリーズ、レイジ、ロイちゃんへ、クイーンの方も黒く乗ってますね。ジャンプに乗って、最終区画。こういうところまで考えてのジャンプの位置なのかな。それだったらやばいね。
さあ、森尾さん、クイヒーホグ。多分全部この編成だったのかな。さあ、12時からクイヒースタートしていきました。6時にバーバリアンチェックでシューターを置いてます。こういう配置多いっすよね。タウンホール角っこに置いて、反対サイドイーグルを外に出して、みたいなの。なんかこんなような配置もあったような気がする。さあ、アーチャータワーの方にバルーンも当てていきつつ、ホーミングチェック。タウンホールの攻撃も入ったので、降り切ることはできませんでした。クイヒーにレイジを置きつつ、ここでベビドラ展開。火力高い。かなり絶妙なタイミングでここは、フリーズを打っていきました。さらにフリーズをかけて、アイスゴーレムに捕まる前にモノリスを降りたいってイメージですね。さあ、レイジを置いてアイスゴーレムがポイズン効果でね、駆け寄るのが遅くなってるので、一回殴られる前にしっかりモノリスを追っていく。これ大事。大事な技術ですね。オールベーカーつけるのかな、さすがに。来ましたね、2枚。いると。よ。完璧だ。さあ、キングをここは4時の方に入れつつ、ホグパートがスタートして、一応ね、クイーンの方でも打てるんですが、真ん中マルチ IT の方をケアしていくような流れになりました。ここで本来はね、クイヒーのヒーラーの方がね、結構ターゲット受けちゃうようなところなんですけど、ホグ編成やっぱ強いですね。ユニット処理の方も、ヒーロー処理の方も同時に狙えるっていうことで、ここはそういうやり方をとっていきましたが、ストライカーの方がガンガン飛んでいきましたね。通常ホグを裏から出していく。さあ、ユニット大量に残しての全開ガーサス。強いね。これがパーフェクトマン。さあ、デッサン、ライトニングにライドラに発スーパードラゴン5体というところ。以前もちょっとこのようなね、編成やってましたね。さあ、シューター、これはぶっ刺さりだな。いいね。いいライドラ。キングタケか、これ。さあ、レイジ置いて、インビジブルかフリーズですが、ここがフリーズ。さあ、なかなかタウンホールをたげってくれない。ここでもう一度、インビジブル使っていきまして、簡単に突破することができました。その分呪文は使ったんですが、これはいい削りですね。チェインもさらにかけつつ、対地クロスボウなので、このライドラがめっちゃ伸びてますね。強っ。深い。これは強いな、このライドラ。さあ、ホーミングチェックバルーンもしっかり投じつつ、援軍の方もね、アイスゴレムかなり見えてるので、これもかなり楽そうですかね。シューターからもスーパーバーバリアンが、スーパードラゴンが向かってきました。さあ、ここでスケルトンの呪文を置いてからキングクイーンを展開して、イーグル4マルチ区画を突破していきます。強っ。今の折れるんだね。さあ、あとはロイヤルチャンピオンが手元に残った状況で、呪文がないというところ。これはもう勝ちですかね。フィストもあるし。フェニックス強いよね、意外と。スーパードラゴンまだ緑なんだ、それ。強。余裕すぎる。さあ、ここからホーミング食らいますが、もう、手遅れですね。フィスト使って、クローク使って、GG と。
序盤の火力の高い間にね、食い火落としてしまうと、これはね、悪火じゃないや。結構簡単にね、やられてしまうようなところだったので、ヒーローパートがかなり安全に歩けるようなところを取りつつ、ライドラの方もね、ライドラ2体のみでしっかり綺麗にやりましたね。ホーミングチェックのバルーンの位置とか、非常にうまかったかなと思います。ナイス展開。最終アタック、スタドラロ、クイヒーホークですね。突撃艦を投げてきました。迫撃砲のレベルがすごいことになっている。バルーンとウィザード使いつつ、テスラが、かなり奥の方まで届けていきましたね。クイヒーはここ入ってるけどいいのか、これ。わからん。なんか逆言ってそうではありますけど。インビジブルとか特に使わない。サイドカットやったってことはこっちに向かせるつもりだったのかな、元かったら。内側入っちゃっただけで向かせたい方向合ってる判定なのかな。ホーミングチェック入れつつ、ここでね、ヒーラーがマルチ相手に打たれてないのはいいですね。で、すぐ打たれるところ。これはかなり火力も高いので、インビジブルで守っていきます。ボールブレーカー強い。いい位置ですね。もう一枚残ってるんでね。ここかけていきました。強い。いいルート。ホーミングチェックもね、いい位置に投げれてますね。タウンホールをフグで潰していくようなイメージになってますが、これはどっちなんでしょうね。プラン通りなのか、クイーンの方が流れたのか。ヒーラー行かれましたね、これマルチに。結構クロークかフリーズ打ってもいいシーンだったんですが、使ってはいかず。反対に、レイジの方はここ。スケルトンポイズン。あまり意味はありませんが、ここでロイヤルチャンピオンのね、ターゲットを取ってもらってますね。相手のロイちゃんね。ここでクイーン、クローク、マルチ IT のところ、終点の方までキングが結構伸びてきてくれてて、投石のタグを取ってくれてますね。さあ、あとはフリーズが1枚あるので、これでフィニッシュですかね。はい。クイーンのルートっていうのは崩れたんですけど、よく巻き返しを図って、前回まで持っていきましたというところで、スタドラも前回で終了です。はい、というわけで終了しまして、39対33ということでね、10月シーズンの方も終わりましたと。1のね、キャスリーさんと森尾さんの対戦の方は動画の方でね、お送りするので、チェックしていただければと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。またでしょう。さよなら。